ポエニ戦争第一次ポエニ戦争。なぜローマはカルタゴとの死闘に突入したのか。序章。ペロス戦争の次になぜポエニ戦争なのか。ペロス戦争の後、ローマはイタリア半島で決定的な地位を固めました。ここまでの流れだけを見ると、ローマは半島の勝者になったように見えます。けれど、本当の意味で歴史が大きく動くのはここからです。次にローマがぶつかる相手はギリシア世界の王ではありません。北アフリカを本拠に西地中海の海を抑えていた巨大商業国家カルタゴです。第一次ポエニ戦争とは単にローマがもう一戦したという話ではありません。ローマがイタリアの強国から地中海へ乗り出す国家へ変わり始めた、その最初の大戦でした。戦争の期間は紀元前264年から紀元前241年まで実に23年に及びます。しかも始まりは最初から世界戦争らしい壮大なものではなく、シチリア島の一都市メッサナをめぐるごたごたでした。そこから大国同士が引けなくなり、やがて西地中海の覇権戦争へ化けていくのです。第一章。ぶつかるはずのなかった2つの大国、ローマとカルタゴはもともと得意分野が違う国でした。ローマは陸の国です。市民兵と同盟都市の兵力を基盤にイタリア半島でじわじわと勢力を広げてきました。一方のカルタゴは海の国です。交易、艦隊、港湾、海上ネットワークに支えられ、西地中海に広い影響力を持っていました。乱暴に言えば、ローマは歩兵の国、カルタゴは船の国でした。だから本来なら、両者は直接ぶつからずに済んだかもしれません。ところが、その中間にシチリアがありました。イタリア半島のつま先のすぐ先に浮かぶ、この島は地理的に近すぎたのです。ローマから見れば、ここに海の大国、カルタゴが強く根を張るのは危険でした。カルタゴから見れば、イタリア統一を進めたローマが海へ出てくるのは脅威でした。つまり2国は最初から全面戦争を望んでいたわけではないが、同じ場所を放置できない関係に入っていたのです。第2章。火種はメッサナだった。海戦の直接の発端はシチリア北東部のメッサナでした。ここを抑えていたのはもともと正規の国家ではなくマメルティニと呼ばれる傭兵集団です。彼らは都市を乗っ取り周辺に圧力をかけていました。これに対して白草のヒエロン2世が動き、メッサナは追い詰められます。そこでマメルティニはなんとカルタゴにもローマにも援助を求めました。ここが面白いところです。世界史に残る大戦の入り口が壮大な理念でも名将の野望でもなく、かなりうさんくさい地方勢力の救援要請だった。けれどこの小さな火種こそが危険でした。カルタゴがメッサナに入ればローマの目の前に敵の足場ができます。逆にローマが都会すればカルタゴは自分の勢力圏に陸の大国が踏み込んだと感じる。こうして局地紛争は一気に大国同士のメンツと安全保障の問題へ変わりました。歴史の大戦争はしばしば最初から世界史中の構図で始まるのではありません。小さな介入が引き返せない構造を呼び込むのです。第一次ポエニ戦争はその典型でした。第3章。ローマはなぜシチリアへ渡ったのか。ここで重要なのはローマが単に困っている相手を助けたのではないことです。ローマが恐れたのはシチリア、特にメッサナ海峡の向こう側をカルタゴが固めることでした。イタリア統一を終えたばかりのローマにとって半島の玄関口の対岸に強力な海上国家が居座るのは耐え難い。だからローマは本来は自国の外だったシチリア軍を送り込みます。これが大きな一戦でした。ここからローマは単なる半島国家ではなく海峡を越えて外へ介入する国家になります。やがて白草のヒエロン2世もローマ側に和平同盟へ転じ、ローマはシチリアで足場を固めていきました。ここで見えてくるのはローマの戦争がしばしば防衛と前進を一体化させることです。危険を遠ざけるために一歩出る、その一歩が新しい支配権を生み、さらに次の危険を呼び込む。ローマはそうやって拡大していきました。第4章。陸の国ローマ、海の国カルタゴに挑む。ただしここで普通ならローマは不利です。カルタゴはもともと海軍のプロでした。港湾、船、操船技術、海上補給、どれをとっても経験が違う。対するローマは基本的には陸軍国家です。ところがローマはここでいかにもローマらしい発想を見せます。海で不利なら海戦そのものを自分向きに変えてしまえばいい。
伝統的にはローマは敵船を模して急いで艦隊を整え、さらに敵船へ飛び移るためのボーディングブリッジ、いわゆるコルースを活用して海の戦いを白兵戦に近づけたと語られます。要するに海の上で兵戦をやろうとしたわけです。これは上品な発想ではありません。かなり乱暴です。けれどものすごくローマ的です。自分が不得意な分野に相手の流儀で合わせるのではなく、戦場のルールそのものをねじ曲げて自分の強みに引きずり込む。これがローマの恐ろしさでした。やがて由来の海戦では経験で勝るカルタゴに対してローマが大きな成功を収め、海でも戦えるという感覚をつかんでいきます。第5章、勝ちかけたローマと終わらなかった戦争。戦争が長引く理由の一つは、一度勝てそうだったのにそこで終わらなかったことです。ローマは海戦で勝利を重ねた後、ついに北アフリカ本土へ渡ります。ここまで来るとカルタゴはかなり危うくなります。実際一時は講和も視野に入ったとされます。ところがローマ側の将軍レグルスは相手が受け入れられないほど厳しい条件を突きつけたと伝えられます。ここが面白いところです。戦争は負けそうな時だけでなく、勝ちかけた時にも終わらせ方を間違える。しかもカルタゴはここで終わりませんでした。彼らを立て直すきっかけになったのは、カルタゴ生え抜きの名将ではなく、クサンティッポスというスパルタ人用兵士機関だったとされます。彼はカルタゴ軍に騎兵と戦像を生かした平地での戦いを進め、紀元前255年、チュニス近郊でレグルス軍を破りました。つまりこの戦争はローマの一方的上昇物語ではありません。勝ち急いだローマが失敗し、危機に陥ったカルタゴが外部の知恵で息を吹き返す、そういうねじれがあるから面白いのです。第6章、ローマはカルタゴより先に海にやられた。第一次恋に戦争の隠れた主役は実は自然かもしれません。ローマはカルタゴと戦っていたのですが、同時に地中海そのものにも苦しめられました。特に紀元前255年、救援艦隊は大嵐で壊滅的損害を受けたと伝えられます。オックスフォード古典辞典系の解説では364隻中84隻しか残らなかったとされるほどです。これはほとんど災害です。人間相手なら戦術の良し悪しで説明できますが、嵐は関係ありません。ここに第一次恋に戦争の怖さがあります。ローマは海軍の技術を急いで身につけましたが、海そのものは簡単には味方にならなかった。言い換えればローマはカルタゴ海軍に勝ててもまだ海の国には慣れていなかったのです。ここを入れるとローマが単純に万能国家ではなかったことが伝わります。努力と精度で急成長したが、自然の前ではまだ素人臭さが残る。その不安定さが面白い。第7章、鶏事件笑い話に見えて実は笑えない。第一次恋に戦争には有名な珍事件があります。紀元前249年、執政カンプブリウス・クラウディウス・プルケルはドレパナでカルタゴ艦隊への奇襲を企てました。出撃前、吉凶を占う神聖な鶏に餌をやったところ食べなかった。後世に広く伝わった話では、彼は腹を立てて食べないなら飲ませてやれと言い、鶏を海へ投げ込んだとされます。そしてその後ローマ艦隊は大敗しました。ブリタニカではこの戦いで彼は123隻中93隻を失ったとされています。もちろんこの話は派手でいかにも古代史らしい相話です。けれど大事なのは笑い話の部分だけではありません。この事件が示しているのは焦りです。ローマは長い戦争で勝ちきれず無理な奇襲に出て、しかも準備不足のまま負けた。信託を軽んじたから負けたというより、国家として追い詰められていたからこそこういう乱暴な賭けに出たと見た方が本質に近いでしょう。鎮断の形をしていても中身は戦争疲れの表れなのです。第8章、それでもローマは最後にもう一度海へ出た。ドレパナの敗北の後、戦争は停滞します。ここで普通の国ならもう講和に傾いてもおかしくありません。けれどローマはしぶとかった。紀元前242年、ローマはもう一度本格艦隊を整えます。しかも興味深いのはその財源です。ブリタニカによれば、この終盤の艦隊は富裕市民の大きな負担によって整えられました。要するに国が苦しいなら有力者が金を出してでも最後の艦隊を浮かべるということです。この話はとてもローマ的です。
国家の戦争が単なる王の視線ではなく、市民共同体全体の執念になっている。そして紀元前241年、ガイウス・ルタティウス・カトゥルス率いるローマ艦隊はアエガテス諸島沖でカルタゴ艦隊を破ります。ここでようやく長い第一次第二戦争は終わりました。カルタゴはシチリア放棄と賠償金支払いを受け入れ、ローマは初めて半島外の本格的な支配を手に入れます。ローマはこの瞬間、もう単なるイタリア国家ではなくなっていました。第9章、2000年以上経っても戦場は海に沈んだままだ。この戦争が面白いのは、今も現場が見つかり続けていることです。アエガテス諸島沖の海底では RPMNAUTICAL、RPM ノーティカルファウンデーションなどの調査によってこの最終決戦の戦場が考古学的に確認されてきました。2024年シーズン終了時点で古代軍船の青銅製昇格は27点確認されていると報告されています。つまり第一次ポエニ戦争は文献の中の遠い伝説ではありません。最後の戦場は今も海底に残っているのです。2000年以上前、ローマとカルタゴがぶつかった海はまだ黙ったまま証拠を抱えている。歴史とは終わった物語であると同時にまだ掘り出される現場でもあるのだとわかります。終章。第一次ポエニ戦争とは何だったのか。第一次ポエニ戦争はハンニバルのような圧倒的スターが出てくる戦争ではありません。だから地味に見えるかもしれませんけれど、本当はものすごく重要です。この戦争で問われたのは誰が一番うまく戦ったかだけではありません。どちらが長期戦を支えられるか、どちらが失敗から学べるか、どちらが不得意な分野にまで国家の力を広げられるか、そういう国家の総合力そのものでした。ローマは海の素人でしたが、海軍を作った。勝ちかけて失敗もした。嵐にもやられた。無謀な奇襲で大敗もした。それでも最後は艦隊を作り直し、海の戦争をやりきった。だから第一次ポエニ戦争の本質は、ローマがカルタゴに初めて勝った戦争というだけではありません。ローマが自分の限界を押し広げて地中海国家になり始めた戦争だったのです。そしてこの勝利があったからこそ、次にもっと巨大でもっと劇的な戦争、ハンニバルの第二次ポエニ戦争が始まることになります。チャンネル登録、高評価お願いします。